域に貢献されている身近な団体を紹介するウェブマガジンいいわ品川。今回ご紹介するのはこの方々です。品川区の伝統工芸の職人さんが集まって35年前に発足して出来上がった団体です。品川区の中小企業センターというところで毎月1回実演や体験などを行っているんですけれども、その他に毎年伝統の技と味品川展をキュリアンのイベントホールで開催していて、そちらではいろんな職人さんの実演や体験などをしながら伝統工芸の魅力を今に伝える活動をしています。私は和裁といって着物の仕立てやお直しをする仕事をしてるんですけれども、私洋裁の短大に行きまして、その際ミシンとか機械をね使うのがあんまり自分に合ってないなっていうのもあったのと、浴衣を自分で手で縫って作ってみたんですけれども、そんなきっかけになってます。活動としては和裁の中でも組合とここの伝統工芸の団体のイベントとか行事とかあるんですけれども、そういったものを通して和裁を皆さんに知ってもらう活動をやっています。陶芸の個人作家として活動をしています。主に百貨店やギャラリーさんの企画展に参加したり個展をしたりしています。その他にも出張ワークショップを開催したり個人のお客様のオーダーを受注したりしています。会員の方にお誘いいただいたんですね。私は品川区生まれの品川区育ちなので品川が好きなんです。それとあとものづくりがとても好きなんですね。ですので品川のために何か役に立つことができればと思いまして入会を決めました。品川生まれ品川育ちの私たちが思う魅力って何だろう。品川って東海道53次の一の宿でしょ、だからね昔から人の流れがあってそこに職人さんたちがたくさんいたらしいよ、だからいっぱい職人さんが集まってるっていう、東京都でもね本当に伝統工芸保存会っていうのがあるのがなかなか少なくて、その中でもね品川区がやっぱりそうやって持てるっていうのはそういう歴史があって今につながってるってことだもんね。そういえばこのサムエっていうねものなんだけど、ここにちゃんと品川区伝統工芸保存会っていうのは東京手描き友禅のね成沢さんが染めてくれて、でなおかつこの島村さんの腕についてるのはねしじみのストラップのものを和裁のもう一人の方がつけてくれたもので、こちらをいつもねイベントの時に着させてもらってます。職人さんもどんどん減ってってる状況で、後継者を育てるにあたってが一番本当に今後の課題だなっていうのはやっぱり自分たちで探していくっていうのもあるんですけど、育てていくっていうところが強くやっていかなきゃいけないかなって日々実感してます。伝統工芸に興味を持ってくださる方が趣味の域で終わらないで育てていける環境が作れたらいいなって、それと私たちみたいな職人が活動しやすい仕組みみたいなのが作れたらいいなって考えてます。なのでね技術とか文化を次の世代につなげるということを、一緒に考えて実行していけたらいいなって思ってます。頑張っていければと思います。伝統の技と味品川店、ぜひご来場ください。